入りましたね。はい、すいません、遅くなりました。はい、ということで、今週もですね、ちょっと今日は、遅れての開始になってしまいましたが、エボに配信やっていこうと思います。ということで、たくさん、コメントありがとうございます。メロークさん、逆に間に合いそうで助かるまで遅れてしまいました。シェイロサラさん、こっそりありがとうございます。さあ、タモさん、フライングコンチャルはお加減は大丈夫ですか？残念ながらまだ咳が出てまして、不調なんですよね。チョラナキさん、コンチャルは、カミさん、チラ、さってなってる。富山さん、コンジャルは、ホワイトロータスさん、コンジャ、コンジャ。富山さん、先にご報告から同盟ボスのメダル3300個貯まって、引いたらフリーダムヒーロー、レッグアーマーでした。ないよりは全然あり。いや、全然ありですね。いや、おめでとうございます。いや、そう、もう文明装備のね、もう左側を引いたら全然 OK ですよと。特に、ね、フリーダムヒーローってフルセット収集で部隊定員プラス30%増えるんでね。もう同盟ボスです。これ揃うんだったら、なんかもう普通に嬉しいなってちょっと思ってます。はい。若さん、コンジャルは、富山さん始まりました。神さん、コンジャルはありがとうございます。で、富山さんおめでとうございます。コメントもいいですね。またるさん、コンジャルは、富山さん、ランコンテスト。いや、そうなんですよ。いや、それも話しよう。えのみさん、おつじゃるてて、おつじゃる様です。ありがとうございます。はい。いうことで、今日資源なのに出してない。もう今日はね、もう本当今日、出張だったんですけれども、まあ、だいぶ、ね、打ち合わせが多くて、久しぶりにこんなにエボに触らなかったなっていうね、まあ、普段どんだけ触ってんだっていうところでもあるんですけれども、ケルベロスとか出させてもらっていい？そう、もう今日で全然プレイしてない。月曜と火曜はさ、プレイしたいんだよね、なるべく。モンスターハントの、ね、巻物が手に入るじゃないですか。だからね、巻物分ぐらいはね、やりたいんですけど、今日全然ダメだった。はい。ということで、実はね、ついさっき帰ってきて、はい、今ね、スーツの配信してますということで、はい。まあ、ね、短めにやるにはちょうどいいですね。ニコさん、こんちゃらはお疲れ様です。ありがとうございます。柴梨さん、気になってた内容なので耳をさらにして、そんなに喋れることはないかもしれないですけどね。そう、柴梨さんもう目指してるんでしたっけ？そう、X でね、見かけて、はい、赤い翼を目指したりとか、フォローでとかで、同盟移籍してね、頑張ってるみたいなコメントね、いろいろお見かけしている中で、そう、うちのね、同盟も、いや、もうほんとね、一戦目大変だったんですよっていう話をしようかなと思ってます。ジャルさん、メールで停止された課金要素がありますよね。メールで停止された課金要素ってなんだ？なんだ停止？なんか、新たな課金要素がなんか増えてたなっていうのは見たんですけど、これね、新バージョン機能更新について、はい、そう、これね、見ていこうと思ったんで、これ先に見ていきましょうか。はい、バージョン96.1では、以下の機能を追加調整いたしますということで、これね、まだね、このバージョン出てないと思うんですよ。これね、バージョンが、4.96.0ということで、まだね、出てないんですけれども、まあ、こう、珍しいですよね。先に予告するタイプ。これ金貯めとけよっていうことですかね。はい。科学院研究機能の最適化ということで、複数研究機能を新たに追加します。複数研究を行うと、研究を指定のレベルまで一気にアップできますと。いうことで、すごいですよね。これレベル1からレベル20までね、もう
ボン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 ってやるのクソ大変ですけれども、はい、指定して、もういきなりレベル20まで上げるぜ、俺は。ってやることができて、スピードアップアイテムとかジェムで即時完了できますよと。はい、これね、これね、もう何を言ってるかっていうと、K50 をね、アンロックしますよと。K50 アンロックしたら、K45 アンロックしたと同様に、このね、軍事力昇進、ここまでだったんですよ、K40 の時って。K45 が増えた時に防御の進化っていうのが、この1列増えたんですね。はい。もう K40 超えた人とか、まあ、45とかの付近はもう、科学院なんて終わってるんですよ。もう科学院なんて終わってて、もうめんどくさいんです。はい。めんどくさいんですけれども、ここで書かれてるのは、はい。そう、もう終わったはずの科学院研究の最適化ですからね。科学院機能の最適化。はい。もう終わってる人がほとんどの科学院でなんで増えるかっていうと、列が増えるからですよね、これね。また K50 がアンロックされたタイミングで、この防御の進化の右に出てくるんですよ、きっと。はい。で、これをね、もうわざわざ、もうちょっとずつ上げるのがめんどくさいですと。もうトップラインでね、最前線を突っ走る人たちは、もう、お金で一気に研究できますよって。もうもういきなりレベル20とか指定できるんで、もう頑張ってねっていう、はい、ことだなって思いながら見てました。はい、ということで、はい、秒読みですね。K50 ね。はい。で、レイド月間カードの早期更新機能の追加ということで、まあ、レイド月間機能、私買ったことはないんですけど、これきっと、あれですよね、隙間が出ちゃうんですよね、きっとね。30日終わってからじゃないと追加ができなかったんですけど、もう先に買っとくことができるよと。はい。更新ボタンをタップすると、ね、30日間追加できるということで、はい、これ、前借り、もうめんどくさい人はもう1年間先に買えるんですかね、もしかしたらこれ。30日未満になると、だから、まあ、29日とかになった時に30日延長して、まあ、59日みたいな、猶予をね、長くできるんでしょうね。はい。だからもう、切れ目なく、効果できるよっていうことで、はい、これ、はい、早めにね、課金してもらえることができるようになるというね、これは運営が得する機能ですね。はい。はい。まあ、そんなところで、今回ね、このバージョンアップのお知らせ来てたんですけども、このバージョンまだ出てなくて、あの、4.96.1 なので、次のバージョンアップで出るよっていう珍しい、予告でしたと。まあ、きっとね、大体、金曜日とかにバージョンアップ入るんで、金曜日の昼とかにバージョンアップとか入って、で、そこの中でね、こっそり将軍とか先に見れたりするんですけども、はい、そのタイミングで来るんじゃないかなっていうのを思っています。富山さん、お知らせ。っていうことで、富山さんのメールで停止された課金要素っていうのは、これですか？合ってます？私、停止された課金要素っていうのがよくわからなくて、一応、新しい課金要素は増えるなと思ったけど、停止ではなさそうな感じがしていて、ちょっと、よくわからなかったですと。はい。で、その他のコメント。メロコクさん、デイリーのクエストありがたいけどの、デイリークエストのリワード増えますよね。この月間カードで。金沢さん、コンジャルはコメントありがとうございます。資源の生産のバフが長持ちするというものと同じ話ですよね。資源の生産のバフが長持ちする。これかな？まあ、祭祀の重ね掛け、祭祀のこっちの生産力のところかな。はい。まあ、こっちじゃない、ここね、表示されないんだよね。ここでやった時にね、このすべての資源の生産力、これも無限に加算されていくんですけども。まあでも、残念ながらね、前借りで1年分購入みたいなので、できなそうですね。はい。残念なのかどうかわかんないですけど。
さあ、タモンさん、資源の収穫祝いで銀のウルトラドラゴンコインが出るようになったのって、ここで語ってましたっけ？あ、そうですね。先週かな、多分先々週か。先々週の金曜日の長期バージョンアップの時にね、変わって、はい、そこでね、取り上げさせていただきましたね。ちなみに私、あの後も引いたんですけど、ウルトラドラゴンコインね、まだ引けてないです。これね、10% あるはずなんですけど、10%あるはずなんですけど、何個ぐらい引いたんだ？まあ、多分11とか引いたと思うんですけどね。10%引けないですね。ウルトラドラゴンコイン引けませんでした。はい。ただね、ジュエリーネックレス結構引いてて、これね、めっちゃ嬉しいです。はい。ジュエリーネックレスがね、配られるようになったの素晴らしいですよね。はい。みんな大好き、票ボックスもね、配られてるし。メロコックさん、研究が増えると、研究することでデイリークエストのポイントがもらえるのはありがたいという。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。あ、ですね、メロコックさん、それはですね、ちょっと、私みたいに研究がまだ大量に残ってる人からするとですね、全く気にしたことがない観点だったんですけど、そういうことですね。もう研究が終わってるから、この研究の活躍度のクエストがやれないってことですね。なるほど。なるほど。はい、私は全くもって大量に残ってるんで知らなかったです。おもろ。王の大計画が一時停止になるよって、それ王の大計画が一時停止。それどこに書いたんだろう？あ、文化祭面ってこっちか。うん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 。でも書いてないな。書いてないな。私のところは書いてなさげですね。王の大計画が中止。まあ、ちょっと気にしたことがなかったので、もう一つ下だと思います。お知らせね、私2つしか来てないんですよ。このサーバーはないってことなのかな？今ね、お知らせがね、私2つしか来てないんですよ。はい。もうサーバー戦争の勝利とかの、月曜のやつしかないので。で、今日来たお知らせってこの2つです、私のサーバーはね。王の大計画の中止という単独のお知らせ来ていましたよ、うちも。ああ、来てない。そういうサーバーによって違う可能性がありますね。はい、課金イベントってサーバーによって違うんですよ。以前ね、配信取り扱ったんですけど、この、体感者の泉のこのコインをね、購入できるサーバーもあれば、うちのサーバー購入できませんでしたと。はい。ココさん、コンジャルは王の大計画イベントの挑戦に対する補填のメール来てました。あ、へえ。さあ、タモンさん、うちも来てないですね。カムイさん、こちらも来てましたね。あ、そうなんだ。来てるとこと来てないとこまちまちだ。え、これさ、補填のお知らせでしょ？補填のお知らせってことですよね。これもしかして、王の大計画に課金した人にしか来てないってない？あ、わかんないですけど。そもそも王の大計画ってどこにあんだ？なんか名前は聞いたことあるんだよな。はめ込み戦略イベント。すいません。私ではパッとわからないやつだな。はい。王の大計画に課金したことある人は補填対象ですよね。当然ね。だって、損失被ってるんで。そこ課金したことないです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。じゃあ、関係ないのか。わかんないや。今日クレイジー X はやってない。やば。うちも来てねえべ。あ、メロコックさんも来てないんだ。やっぱね、サーバーによってちょっと違うっぽいですね。どっかのサーバーでバグってたからなのかな。はい。ということで、ちょっと、すいません。私のところでは、わからなかったんですけれども、そう、王の大計画が中止っていうのもあるんですね。そもそも王の大計画ってこの辺だよな、多分。この辺からなんか確かバナーがね、なんかあったような気がします。来てないですね。あれれはい。いや、まあ、来てないこと不思議じゃないです。サーバーによってね、結構違うので、
はい、サーバーによって違うというと、あ、ココさんありがとうございます。今もしかして連絡くれましたね。これ、こっちは開いていいですかね。開かさせてもらおう。ありがとうございます。これですね。はい、いつもエボニーを応援していただき誠にありがとうございます。王の大計画イベントは一時中止となりました。お持ちの将軍の縁起物は相応の価値のアイテムへと変換され、本命にて一括配布します。どうぞご確認ください。その他のイベントを開催しております。ちょっと待てよ。え将軍の縁起物ってなんだ？へー。シエロさんの CMP のディスコの画像テープ紹介した。ありがとうございます。今、そう、多分貼っていただいたこれだと思うんですけど。へー。来てない。来てない。で、縁起物って私、ある、あるけど、勝手に変換されたのマジやめてほしいんだけど。あれないな。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、まだ。なんかさ、600ぐらいある、将軍と交換、これか。違う、名称招待状。全然違うの関係、関係ありませんでした。失礼しました。シエロサーさん、補填数が違うけど、内容同じでしたね。縁起でもね、縁起でもね、話出すな。縁起でもないっすね。ありがとうございます。はい。ということで、はい。画像ありがとうございました。そうなんだ。へえ。ちょっとね、うちのサーバーはね、来てなさげです。はい。もしね、うちのサーバーで、見てる方で受領してる人がいたら共有してもらえると助かりますが、はい。うちのサーバーなさそうだな。少なくともそう、お知らせね、今日、スマホで見たときも、PC で見たときも、この2つしか来てなかったことは確認済みなので、ただ時間もね、リセット後じゃなかったですね。今の写真見ると、15時とかの情報になってたので。はい、ありがとうございます。シェイロソラさんがね、送ってくれた、お知らせも15時31分ってなっているので、今回のそのリセット後の話じゃないんですね。へえ。体感者のいじめ、レベル10から泣きそう、バフの上昇率が低くて必要数が80とかひどい。いや、そうなんですよ。もう体感者の泉、もうなんか11に上げるのしんどすぎて、私は他のをね、今上げてますね。はい。1、2、3、4、今4つ目のね、やつを上げてます。はい。もうなんか、そここだわるよりなんか他の走行力上げたいなってなりました。はい。で、私なんかね、見逃した気がする。サダモさん、軍事研究所は対象外ですか？ね、対象外だと思います。ちょっと水飲もう。はい。研究の話ですね。これね、明確な理由があるんですよ。はい。研究の防御の進化って、下見てもらうとね、一番下に行く条件って、これね、まだ私一番下に行ってないんですけど、計40までなんですよね。はい。そう、計45が増えた時に、科学院は、マックスが計40までの科学ができてるんですよ。で、軍事力招集も同じですよね。昔、計35から計40に上限上がった時に、計35まで研究できるこれが増えてるんですよね。はい。まあ、そんな感じで、次ね、科学院の列が1列増えた時って、計45の人はもうそのまま全部1列すべて研究できるんですよ、多分。はい。ただ、軍検は、軍検は、おそらく、これね、また1列なのか2列なのか多分増えるんですけど、これはちゃんと軍検のレベルを上げないと研究ができないんですよ。これね、一番下軍検レベル10ってなってるじゃないですか。同じように、軍検レベルが15まで上限が上がって、軍検のレベルを上げなきゃいけないので、一気に研究っていうのがね、まあ、実質的に多分無理だと思うので、多分そういう機能追加されないんですけど、次に増える新しい研究の行は、計45の人だったらもう速攻で、もう上から下まで一通で全部クリアできるよっていう。はい。もう、お金に余裕がある人は、もう一気にバフ上げてねっていうメッセージですよ。これは。はい。そうだと思ってます。
はい。なので、書き方もしっかりですね、ここの書き方が、科学院の研究機能の最適化。はい。というものになってるんじゃないかなって予測してます。はい。まあ、あくまでね、推測なので、はい。実際に来てみないとわからないですけど、はい。もう完全にもう上から下まで一気に研究してねっていう。はい。で、実際にね、実際に、めちゃくちゃ課金してる人だったら、これ、その、1日ごとに順番にバフを上げる人と、もういきなり100%ずつぐらいバフ上がる人って、ね、100%ずつバフ上がる人の方が強いじゃないですか。はい。当然ですよ。いっぱい課金してる人は多分速攻マックスにするんですよね、これ。ね。はい。だって全部で研究できますからね。はい。ということで。はい。っていうメッセージだと思いますよ。はい。そんなところで、席が。で、なんだっけな。まあ、お知らせ関連のところはいっか。で、サーバーによって違う話を先にちょっとね、したいなと思って、あ、カムイさんも共有してくれましたね。写真送りました。ありがとうございます。やっぱ同じような時間ですね。15時40分に来てて。王の大将軍の縁起物って私そもそもこの多分アイテム持ってないんだよな。だから持ってる人にメール来てるんじゃないかな。だって、相応の価値のアイテムに変換してるんですよね。勝手にアイテムを変えてるんですよね。やっぱこのアイテムを持ってる人だけに来てると思いますね。ニコさん、同じサーバーでもメール来てる人と来てない人がいるのか。多分、将軍の縁起物っていうアイテムを持ってる人だけ、その変換させてるので来てるんじゃないかな。勝手にね、これじゃねえや、なんかかけらのやつありますよね。もう、もうこれに変えたからよろしくってなってましたもんね。はい、だから、持ってる人に対して来てるように思いますね。テーマさん、ハンニャとかドラゴンとか無課金でもらえるものが増えればいいのですが。難しいですよね。まあ、型落ちしたやつはね、出るようにしてほしいですよね。まあ、将軍がね、ちょっと優遇されたじゃないですか。名称図鑑じゃない、酒場に、入るやつが増えたりとかしてるので、まあ、本当にね、まあ、1年とか2年とか経った頃に、ちょっとずつね、緩和されてほしいなっていう感じですかね。はい、もう、6周年イベントのジャワザールさんとか、ね、少し取りやすくしてくれてもいいのにって思いますね。あと、待っているのは、魂の伴侶のヘレンの伴侶スキン。はい、このね、春と花の女神、奇妙な旅の縁起物っていうのがね、必要なんですけれども、一度だけね、カーニバルで奇妙な旅のね、縁起物のかけらを交換ができたんですよね。はい。で、私も当然交換したんですけれども、はい。100個必要なんですけどね、16個しか無課金じゃ手に入りません。これがね、手に入るイベントが、まあ、ちょっと予想してましたけど、しばらく来ないので、はい。買ってくれることは、ちょっとやっぱあんま期待できないよなっていう感じでございますね。ゴジラメダル、コックコインを変えてほしい。ゴジラメダルはマジで使い道ないですからね。私はもう使っちゃって確かないんですけども。はい。ゴジラメダルはね、期間内に使わないとやれないっていうね、結構えぐいあれだった。塩谷さん、城に多様性を。いや、城に多様性をって言うけれども、あのー課金をたくさんしてる方々は、めちゃくちゃ多様性があるどころかむしろ余ってるみたいなはい、状況だからな。どうだろうな。はい、一般ピーポーに多様性欲しいですよね。こう調べたら記念品としてと、記念品、そうそう、いや、そう、記念品でね、私も取っときゃよかったな。はい、すいません、話も、そう、ないんだ、そう、バナナないんですけど、これね、参考情報というか、サーバーによって違うことがすでに分かっているので、これね、情報共有なんですけれども、このね、今回来ていた、どれですかない。あ、
ない。そうか、ないわ。別に、だってうちランキングないもん。はい、ごめんなさい。すぐありませんでした。巨人のパズルのやつ。アイテムあったっけ？私、ピッケル5個余らせといたけど、これ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 。来た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 。残しといてよかった。巨人の知恵の診断ってイベント来て神殿ってイベント来てましたよね。今日のリセットまで。パズルをね、4ステージあって、どん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 ね、パズルの枠が広がっていくんですけども、ステージ3が鬼門でね、緑色の1個のやつを当てるのクソ大変っていうね、あのー緑、緑をなんとかして、頑張って当てるイベント。あれ、下手したらステージ1でもね、緑がなかなか出なくて最後の1枚になったりとかするっていうね、イベントなんですけど、この巨人の知恵の神殿、このイベント、ランキングになったサーバーがあるんですよ。前回。はい。前回の長期イベント、つまり今日終わった長期イベントの時に、この巨人の知恵の神殿がランキング形式になって何周したか。課金で何周もできる。はい。このピッケルをね、買って何周もする。で、何周したかが10ラウンドとかね、行った人が、ランキング報酬をもらえるっていうランキング制になったサーバーがあるんですけど、皆さんのサーバーどうでした？1と3は全部壊してます。1と3ほんと大変ですよね。はい。うちのね、サーバーは来てなかったんです。巨人の知恵の神殿は別に、ただただ、個人でね、ピッケル集めて、はい。開けるだけのイベントだったんですけども、どうやら、何周したかとか、その2周目のステージに、たどり着いた順番みたいな感じで、ランキングが決まるみたいな、イベントになってるサーバーがあったようです。はい。で、これも多分先行サーバーだけだと思うんですよね。はい。そうなってるサーバーは珍しい。はい。シエロソラさん、今回は違ったけど、前回か前々回にランキングありましたね。あ、そうなんだ。いや、そう、そんな、いや、てかね、もう、そのオンオフやめてほしいんだよな、マジで、エボに。マジで。なんか、変えりゃいいじゃんっていう。戻すなよっていう。はい。意味がわからないんだよな。ピッケルさん。ピッコロさん。富山さん、ビショップコンテストがあったからでしょうか。いや、関係ないんじゃないかな。はい。ちょっとね、なんでなのかよくわからないんですけどね。なんか、なんで変えるんですかね、運営はね。はい。ということで、まあ、巨人の知恵の神殿はね、なので、もしかしたら、そう、皆さんもね、次回来た時にランキング形式になってるかもしれません。その時にはね、ランキングっていうアイコンが出てるんで、気づけると思います。ランキング形式になった時には、毎日しっかりね、このピッケルを10個集めて、毎日やって、もうなるべく最短でクリアを目指すっていうのをね、頑張っていただく。あの、あれですね、アグロペの2日目に最速で鍵消費するとランキング上位になる。まあそんなイメージで、巨人の知恵の神殿の、まあ、重要度が上がる。忙しくなるっていうね、パターンがあり得ますので、皆さんお気をつけくださいというね、ことで、まあ、これもし金曜日に来た時にはね、その時にはちょっとお話しするんですけど、でも、その時に話したんじゃ間に合わないですよね。ちょっと、金土日あんまりやらなくて、ピッケル10集めませんでしたってなったら損するんで、はい、今のうちにね、記憶が新しいうちに言っときます。はい。巨人の神殿、知恵の神殿がランキング形式になった時は、毎日しっかり集めとかないと、ランキング残れなくなる可能性が出てくるので、気をつけてねっていうことですね。さあ、ラモンさん、課金してほしかったら1ドル150まで落とそうよ。いや、むしれるものは、高いままでも買う人がいるので、そうそうは下げないんじゃないですかね。需要と供給というか、十分稼いでますからね。ピンクジェムのお値段下げてくれ、いい加減。はい、もう、それでも課金をする人がいるからには、きっと簡単には下げないだろうなっていうのが思いつつ。はい、で、まあね、イベントの変わった云々の話、カムイさん。水色スパチャありがとうございます。はい。ちょっとね、今、そう、のど飴がね、手元になくて、
ちょいちょい水を飲むようにしてます。はい。前は前は結構変動してた。そうなんだ。知らなかった。ああ、ちょっと、飴を買わないと。はい、神さんありがとうございます。ナイスパーです。いつもありがとうございます。で、そう、イベントのね、変わった話でいくと、これですよ、王の対決。はい。もう王の対決かよって感じじゃないですか。皆さんどうですかね。ランクコンテスト来なかったってね、コメントしてくださった方いました。はい。これさ、なんでいや、もう計50資産めっちゃしてるじゃん。もう計50増やす予感すげえ出してるじゃん。よくない？王の対決に戻す必要なくない？ランクコンテストそのままでよくない？みたいなのをね、すごく思ってしまいましたね。はい。先々週ね、来なくてがっかりしたんですけど、また今週もかと。はい。なんか、不具合でもあったのか、まあ気に食わないことがあったのか、よくわからないですけども、ちょっとね、残念ながらね、ランクコンテストが来なかったということで、はい、私ね、レースの地残してたんですよ。もしかしたら、ランクコンテストがこの週の月曜日から来るかもしれないと。で、1日目が将軍を育成で、アレースのうちの消費がね、条件になってたんで、貯めてたんです。はい、貯めてたんですけど、もう来なくて、はい、しゃあないんで昨日ね、一気に4000消費して4020にしましたね。私毎回この還元のね、こう4000ぴったりを目指してやっているので、今回はね、20はみ出しでしたけれども、はい、昨日ね、慌ててやりました。はい、本当ならランクコンテスト、これで上位になるぜ、やったるぜって思ってたんですけど、もうね、マジでがっかりでした。はい、許せないな。早くランクコンテスト固定に。いや、そうっすよね、シエロスワーさん。おかしいですよね。なんでなんていう。あれよかったのにな。富山さん、大体ランキングが確定してる王の対決、ランコンテストのためにそう。もうさ、もう決まってるんですよ。もう王の対決なんて。うちのサーバーだったら、モンハンで1位になる人はもうほぼ決まってるんです。な、あの、水色スポーツありがとうございます。カメリさん。ほんとこれはひどいと思う。いや、ほんとそう。ほんとひどい。ほんとひどいけど、コメントはスパチャじゃなくても大丈夫ですよ。ということで、もちろんね、スパチャしてくださったらもう先に優先的に読ませていただきますが。ありがとうございますね。でもね、本当にひどい。もうこれはマジでがっかり。そう、もう王の対決は決まってるんです。もう、うちのサーバーだったら、モンハンで1位になる人はもう決まってるんです。で、資源でナンバー3に入るのは、私大体ナンバー3ぐらいには入るんですよ。もう、今日もめちゃくちゃサボったけども、レベル3位まで、4位か今、にいるので、はい、これまあ、どうせね、明日も打ち合わせが多くて、そんなにログインできないんで、タイルにぶっ込むんですよ。はい、タイルにぶっ込むんで、これね、多分、またなんかそれなりのいい順位に行くかなって思ってます。はい。と言いつつ、今、タイルに全然出してないんで、今回は、低いかもしれないんですけども。はい。出しとこうかな。メイロコックさん、水色スパチャありがとうございます。あの、な、謎のスパチャが来た。ありがとうございます。はい。ということで、ちょっとなんか短いタイル出しとこうかな。私、エボニー配信が終わったと風呂入らんといかんしな。はい、出しとこう。はい。今いっぱいテーブル出てますけど、皆さんテーブル、出てますかね。サーバーによってはね、その課金する方が多い方がね、このテーブルが増えるので、待ってるっていうね、ところもあると思うんですけれども、これね、出てきたらもう忘れずに、全部取りましょうね。めっちゃ得なんで。はい。スタミナも消費しないのね、優しいですよね。なんか祭りになってる。ありがとうございます。さん、緑色、緑色装置ありがとうございます。のど飴を買います。メール国民、水色装置ありがとうございます。つつって方の手でね、置いてる、AA な気がしますけれども、ありがとうございます。はい、
ありがたく、ありがたく飴を買おうと思います。とりあえずタイル出すのを忘れてたんで、タイル出させてもらいます。いや、そう、敵が長引いてるんでね、ちょっと病院に行こうかなと思ってるものの、最近ね、年度始めでいろいろ問い合わせが多くて、ね、なかなか休みが取れないので、ね、どっかで休み取って、そう、多分ね、喘息なんですよ。私ね、咳喘息になりがちで、はい、喘息持ってたんで、はい、多分ね、それだと思うんで、よいしょよいしょ。すいません。皆様、スパチャありがとうございます。そして、読めてなかった、リン、リンムカツ、こんにちは、皆さん。おThank you for your comments. Thank you, リン。はい、皆様、ナイスパコメントもありがとうございます。100日関とかですかね。癖になってるのはさ、そう、なんか100日関とかも流行ってるじゃない。神さん、水色そちありがとうございます。ジャルっていうね。はい、そう、ちょっとね、良くないんですよ。良くないのでね、そう、今日はちょっとね、まあ、単純に、出張で帰りが遅かったっていうのもあるんですけども、まあ、それと合わせてね、ちょっと、今日はね、1時間で終わると思ってます。はい。皆さん、ナイスパです。ありがとうございます。シエロソラさん、私も3週間咳止まらんので、そろそろ病院行かねばと思いつつ行けてないです。おい、シエロソラさんもだ。いや、そう、なんか、咳コロナなんじゃないかとかね、100日咳とかね、言われたりとかするんで、もう病院行って、薬をね、さっさともらわないとなっていう、経験上、咳喘息になってる時って、もう薬使わないと、なんか治らないかなって、もう自然に任してたら1ヶ月以上咳出てたことがあったので、はい。一昨年とかね、そんな感じだったんですけれども、結構ね、そう、寝るとき辛いので、はい、そろそろ、もう今週はなんとか行きたいなと思ってます。いいよ、組んでいただきありがとうございます。神さん、ナイスアイス。早めに対処しないと私みたいにガンが見つかったりしますよ。ちょっと笹友さん、いきなり、すごいコメント。そうなんですか。そのあれで言うと、すごい完全に雑談になっちゃって申し訳ないんですけど、私、そう、結構やばくて、前の配信でも喋ったことあるんですけど、最高血圧200超えたことがあって、今血圧の薬ね、飲んでるんですよね。あいもうその最高血圧200いった時は下がね、130超えてたっていうね、130超えたら下で超え始めるやばいことになっていて、今薬飲んでね、やっと上が130ぐらいまで落ち着いてきてるんですけども、はい、まあ、信じられないほどラーメン食べてるので、はい、ね、健康なわけがないんですよ。ということで、はい、ちょっと、はい、ちょっとガンっていう話聞くと怖いな。ちょっとサダモンさん気をつけてください。サンキューリン。翻訳使ってくれてる。ありがたい。っていうかね、あの、翻訳機を使ってこのリアルタイムでコメントしてくれてるのすごいな。すごいな。なんかこれコメント、コメント返せるだろうか。信じられない。はい。信じられないからラーメン食べてます。私、他のね、他のゲームの配信の時は、だいたいね、食べたラーメンのね、写真にしてるんですよ。オープニングを。はい。そのストックが15以上溜まってるんで。はい。今日もね、昼出張だったんでラーメン食べましたよね。当然ね。はい。よいしょ。
コメントありがとう。後でこの配信の英語字幕をつけますよ。そう、最近ね、英語のね、字幕つけのサボってたんですけど、なんか見てくださるね、海外勢の方も増えたので、英語をね、字幕も最近はなるべくちゃんとやるようにね、してますということで、少しずつ遡りながら英語字幕つけてます。ラーメン大好き。もうラーメン大好きですね。まず頭に乗ってますからね。さあ、タモさん、私は去年完治しましたが、5年とか中にかかりますからね、10秒数ぐらい。気をつけます。ラメ中ですな。そうなんですよ。はい。はい、ということで、ちょっと、いろんな話ですね、イベント関連のところは話しさせていただきましたが、その他ね、特筆する内容はないかなと思いますので、いつも通りのね、週が始まったという感じだと思っています。はい、私がね、さっき勘違いしたのは、これ名称肖像画展、これですかね。これがなくなったのかな、これ勝手に変換してたら困るなと思ったけど、違ったんで大丈夫です。はい、ということで、ちょっとね、オールスターの話をしようかなと思っていて、はい、今ね、先週の配信でもお伝えしたんですけども、今このね、タートルスネイルっていうね、サーバー、同盟に、移動していて、このね、少人数で、赤い翼や、メジャーを狙って、プレイ中ですということで、そう、今回はデュークさんですね。このデュークさんが、赤い翼が取れるようにっていうことで、今支援をしていますと。はい。で、このね、こっちじゃねえや。はい。バトルログということで、コンスタ、はい、コンスタをね、見ますということで、4月13日ですね。はい、これね、下までの 4回がね、私が赤い翼をね、目指した時なんですけど、これね、最終戦負けてね、オールスターには出れたものの、赤い翼はね、ギリギリ取れなかったっていうね、これ残念なルーズが見えてますが、今回のね、新しい、シーズンの、結果がね、この一番上のものになっていまして、ポイントが82,325対51,561ということで、初戦にしてはね、結構、サーバー全体の、数字は稼いでますと。はい。で、内容を見てみると、今回ね、1位になっていただこうと思っていたデュークさんが、しっかりポイントを稼いで48,000ポイントを取ってるんです。はい。で、48,000ポイントってどういうポイントかっていうと、これね、なんかテキストで書いた方がいいかな。ちょっと待ってくださいね。なんかテキスト出せるかな。メモ帳、テキスト。テキストで書けるかな。わかりづれ。ちょっと待ってね。今から出すポイントが、前回のオールスターシーズンのボーダーのね、参考情報になりますと、といっても、うちの、大陸の話です。はい。さすがにね、他の大陸の話まではわからないので、はい。200位のボーダーと、400位のボーダー、800位のボーダー、1200位のボーダーっていう感じで、今、テキストを書いてる途中なんですけれども、これ見えるかな。ぶっ壊れてるな、画像がね。失礼しました。本当だ、ラーメン乗ってる。いや、そうなんですよ。ラーメン乗せてるんですよ、実は。はい。で、はい、ちなみにね、私の翼、色変わってて、はい、もともと白だったんですけど、青い翼を取った時に青くなり、テーベを取った時に金色になりました。はい、ということで、赤い翼を取ったらね、赤い翼にしたいなと思ってたんですけど、取れなかったんですよね。はい。
っていうことで、ちょっとね、今、多分、見えてますかね、数字。はい、1回の平均値です。これが、うちのサーバーの大陸ですね、の時の数値で、ちなみにうちのサーバーの大陸は、よいしょ。えーっと、輝きの星っていう1122から1351。これはね、前回のオールスターからサーバーのやつは変わってません。この輝きの星の、前回のボーダーは、200位までのボーダーは1回あたりですね。これ、最終の4ラウンド終わった後の、割る4した感じ、数字になっているので、1回あたりの平均が、まあ、約4万1000ポイント。約4万1000ポイントを取れてたら、まあ、200位に入れそうですねと。はい。で、3万2000ぐらい取れてたら、メジャーに出れそうですねと。1万6800いってたら、800位以内のエリート。1万1000ぐらいあれば、まあ、ジュニアには出れるかもしれないねと。はい。毎ラウンドこれぐらいのポイントが欲しいよねっていうのを出したのが、この数値になっています。はい。だから、前回までは一応ですね、建物を最初から最後まで超占領してるだけでも、まあ、4万近くいくので、ギリギリね、それぐらいのボーダーになっていたんですけれども、今回のランキングがえぐくて、はい、これね、はい、前回の数値が左なんですけど、はい、今回の200位のボーダー53,941なんですよ。これ意味わかんないですよね。これね、5000とか増えてるんですけど。はい、53,000です。で、400位のボーダーが42,453ということで、もうこれ前回のメジャーメジャーってか前回の赤い翼のボーダーよりも高いんですよね。はい。で、まあそんな感じで、800位のボーダーも23,000。で、1200位、ジュニアの出るボーダーも15,000ということで、その、なんつうの、セグメントセクション ?5000 ずつぐらいボーダー上がってるんですよね。で、おそらく、まあ、これって他の大陸も同じ傾向なのかなってちょっと思っていて、やっぱバフが上がっているからこそ戦力とかも多分上がっていて、その要求される、その建物だけじゃなくて、PVP で稼ぐポイントっていうのがもうめちゃくちゃ重要になって、だからもう本当に上位が殴ってすごい稼いでるんですよね。はい。一応ですね、あんまり悲観的なことだけ話してもあれなので、解説をしていくと、一応、前回の、始まったタイミングですね。第1ラウンドが一番ポイントが高いんですよ。高くなりがちなので、やっぱね、1戦目なんでハッスルするんですよね。みんな本気で目指してるので。でも、負けたら2ラウンド目からは、もう、ほぼきついからってやらないっていうので、ちょっとその1回あたりのポイントが減ってくるとは思うので、さすがに今のこのボーダー、200位のボーダーの4万5千はちょっと、4万5千じゃねえや、5万3千かは高すぎるのかなと。はい、これ5千以上ですもんね。前回の平均は4万1000あればよかったのに、5万3千ということで、はい、1万3千増えてますと。でもまあ、さすがに毎回こんな点数にはならないんじゃないかなって、その初戦だけなのかなとは思いつつも、でもやっぱボーダーがめちゃくちゃ上がっているっていうのがやっぱりあるので、この辺ね、皆さん目指す方、で、これ結局、建物だけじゃどうしようもなくて、参加する人数とか戦力を上げないと、どうしようもないんですよ。結局ね、相手の戦力をどれだけ削れるかがポイントになってくるので。はい。ということで、これがね、えぐいんですよね。
はい、ということで、メロコクさん、休んだり人がいても 50K くらいなんだろうね。皆さん、ゴンジャルは今回 C さんも200位が 68K、400位が 48.6、厳しいです。厳しい厳しい。ココさん、T16 の破壊力がえぐい。同盟の T16 持ちのポイントが K44、T15 兵をたくさん持ってる方々でもかなりポイント差が。いや、そう。やっぱね、K50 が、見えてきたことで、みんなね、急いで、K44 にしたり、K45 にしたりっていう方増えていると思うんですね。うちのサーバーも3人 K44 出来上がったので。はい。っていうので、やっぱね、全体的に上がっていて、ってなると、そう、稼げるポイントも変わってくるんですよね。これがえぐくて、メロコックさん、私はもういいやってなって、1戦目の後に過疎な可動面に移りました。そうなんだ、そう。それはだいぶもういいやって思いましたね。島永さん、私は初戦でハッスルして、今のところ117位なので、この調子をキープして、おめでとうございます。そう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 。キープできるとね、最初のスタートダッシュしっかり決まっているのであれば、あとは負けなければ、ほぼほぼいけると思うので、ぜひね、頑張っていただきたい。本当にね、相手が強すぎる時だけね、だるいことになるので、難しいパターンはあるとは思うんですけども、そう、やっぱね、当たり運が結構あるので、そこがね、うまくなんとか、調整していただきたいなというところで、はい、戦力調整だとかもね、重要になってくるかなというところで、で、最後にね、参考、多分うちのね、サーバーの人も見ていると思うので、もう一個参考のやつを出しておこうかなというところで、ちょっと待ってね。出てこないな。てっててこれで保存すればいいかな。違うや。ちょっと今スクショを取っていて、Excel をね、なんかそのまま貼るのもちょっと大変なんで、画像、画像、えーっと、関ヶ、関ヶ原。よいしょ、これだ。はい、出ないな。これ、前の配信でもちょっと喋ったかな。はい、これね、戦力調整をするために、私、いつもね、まとめるようにしていて、その登録戦力ですね、上が自分のサーバーの、自分の同盟の、戦力ですということで、うちの同盟は 19.7B、大体ね、20ぐらい前後にしようというところで調整をしていて、19.7B で登録しましたと。で、今回相手が来たのがね、19.3B ということで、これ、四捨五入で、見え方が違うので、結局、おおよそ、お互いの戦力って、ちょうどになるような感じでマッチングされるんですよ。今回ね、1722のサーバーの方と当たって、K40 の人がね、めちゃくちゃ回復する人って大変だったんですけど、はい、もう K44 がね、あまりに回復するから、このバーンさんがめちゃくちゃ回復するんですよ。もうね、大魔王バーンって感じでしたね。はい。はい、大の大冒険を知ってる人には伝わるかもしれません。はい。で、もう大魔王バーンを倒すのがマジできついんで、もうやめようと。一回こいつ狙うのやめて、他にね、援軍を送ってたりだとかしてる、他のやつを美味しくいただこうというところで、そう、この人を無視して、他の人たちをね、倒しつつ、ポータルを押さえつつ、で、建物をね、取り返し始めて、テレポートをね、なくして、そう、ポータルを確保することと合わせて、ラリーをかけたら逃げる人がいるので、積極的にね、ラリーをかけて、わざと手に使わせるんですよね。はい。ダミーのラリーめちゃくちゃかけて、で、たまに本気でぶちのめすっていうのをやってましたと。で、いうことをすることで、相手の転移をなくして、飛べなくして、で、他の全員をボコボコにして、やる気をなくさせて、最終的には一人だけにするっていう感じにして、建物全占領して勝つっていう、結構ね、ちょっと大変だったんですけれども、なんとかその勝ち方をしましたと。だから建物でのポイントってちょっとあまり稼げなくて、あれですね、PVP で、殴って稼いだこの48,000ポイント。
ということで、まあ、48,000ポイントって、前までの、やつだったら、まあ、ボーダー超えてるし、良さそうだなと思ってたんですけども、なんてことはない。もう53,000必要でしたということで、結構ね、衝撃を受けていて、ただ、かといって、登録戦略を増やすと、敵も強くなるんですよ。そこが難しくて、やっぱ K40 とかをスムーズにぶち止めせるぐらいの強さがないと、結構厳しくて、ここのね、バランスめっちゃむずいなみたいなのを、今ね、いろいろ考えながらやってます。はい、ということで、皆さんのコメントね、今見れてなかったんですけども、確認していこう。片様さん、オールスターよりシャロンの方が赤手取りやすいですよね。やはりリワードかな。まあ、そうですね。多分シャロンの方が、オールスターはね、その個人戦で、そのメジャーに出たい勢がめっちゃやっぱ頑張るのでね、オールスターの報酬がいいので、はい、やっぱそっちの方が激戦になりがちかなというのはありますよね。ヒカさん、ちなみに前回オールスター予選では400位のボーダーはラウンドが進むごとに上がっていったと思います。あ、そうなんだ。うちの大陸はうちの大陸は、第1ラウンドよりも第4ラウンドの方が1回平均の計算低くなってるので、どんどん上がったっていう雰囲気ではなかったですね。あ、でもね、上がり下がりしてるわ。なんか第3ラウンドが一番少ないな。はい。でもね、やっぱね、おおよそ、おおよそ初戦の数値はやっぱ参考になるので、やっぱり53,000稼げないといけないのかな。これきついよな。本当にね、建物マストで相手の戦力をもう速攻削らないとね、建物をオセロし合ってるようじゃ多分きついんだよなっていうのがね。はい、綾野空さん、赤翼目当てに上位プレイヤーが専門同盟を作る季節。もうそうです、そうです。今もうまさにそういう季節。天地的の構え。天地的の構えマジいいっすよね。カラミティボールっすよね。ドルオーラ2連発。懐かしい。まあ、みんな知ってるね。祈願王に進化しない分だけ友情で。生きて、ちょっとこれ歌うとバンされるかもしれない。はい。で、大の大冒険で名作なんで皆さんぜひ見ていただきたいですね。ということではい。一応ね、まあ、こんな感じで、今回はね、この1ヶ月は、オールスターシーズンということもあるので、コンスタね、結果どうでしたよっていうのはね、ちょっと共有しながらやっていこうかなと思います。基本的にはね、公開情報、ランキングのやつって公開情報で、まとめてるかどうかの違いかなと思ってるので、まあ、せっかくなんでね、まとめた情報を、まあ、こんな感じで公開しながらね、まあ、やっていけたらいいのかなっていうふうに思っています。ということで、またね、来週はい、この1ヶ月間は、このオールスターですね。赤い翼取っていただきたいっていうのがもちろんですけれども、まあ、そのままね、オールスター、メジャー出ていただきたいっていうところで、はい、駆け抜ける予定ですので、はい、こういった形で情報共有していけたらなと思っていますと。で、まあ、この話がね、同じ大陸とか他の大陸の方もね、参考になればなというところで。カーティーエンドの方が好き。なんだっけな、なんかがね、天地魔党のキャラ。スロット9。あ、12時、14時。12時、14時か。なんか、穴場は16時とか、20時、22時ってなんか聞いたりとかして、超激戦区が4時とか6時の回みたいなの聞いた気がするんですけども、スロット9ってどうなんですかね。そう、この辺ね、当たり運があるからね、例えばね、前回の配信でもちょっと喋ったけど、スロット3、スロット4って多分日本人の参加しやすいね、時間帯なんで、同じね、志の人たちで当たる可能性が結構あるので、はい、そういった意味でね、
うちの同盟は、だいたいスロット3かスロット4の 20B ぐらいにね、調整してるので、ぜひ当たらないようにあの、ずらしていただけるとありがたいなとか思いつつ、はい。いや、もちろんね、自分たちのね、都合優先だとは思うんですけども、はい。とか言いつつね、ちょっと戦力調整はするかもしれないんで、はい。ちょっとね、19.7B だと、ポイントが足らない可能性が、相手にね、相手の戦力が増えて、こっちが倒した時のポイントを美味しくしたいとかいうのがあるとね、もしかしたら調整するかもしれないので、ちょっとわからないんですけれども、はい。とはいえね、増やしすぎると化け物が来るんで、はい。そのね、バランスに悩みつつ、この1ヶ月、残り3週間か過ごしていく予定ですと。えねごりさん、スロット Q おすすめ。あ、スロット Q おすすめなんだ。そう、なんかね、そう、スロット、スロット1とかおすすめって聞いた気がするんだけど、スロット Q もおすすめなんだ。そうなんですね。そう、12時14時はね、ワンチャンあるからね、こう調整違いがありますよね。ちょっと、神さんはい、水よさちゃん、ありがとうございます。サマー弟子、最後は誰かに任せた。これ、おおこれ、あわ、あわ、あわ、合わせ技が始まってる。はい。ということで、フェニックスウィング、カラミティエンド、カイザーフェニックスね。はい。その3連撃ですよね。はい。めっちゃ大の大冒険の話しとる。はい。はい。まあ、ところで、まとめの話はそんなところかな。とりあえずね、今週のイベント関連のところに行くと、戦術研究、もうこれ本当に来てよかった。これね、いつもはスキップして、次のやつが来てたんですけども、今回はね、1週間ずれ。はい、戦術研究がちゃんと来てくれてよかったです。はい、もう本当に、本当によかった。はい、ということで、多分次の金曜日はね、装備製造のやつがね、来るかなと思ってます。なので、装備をね、作る予定の方は、ちょっと待っていただいて、金曜日からの、イベントね、この還元イベントを見ていただいた方がいいかなって思います。おそらく装備製造のイベントが金曜日に来ます。はい、それ以外のところはね、いつも通りだと思います。で、金曜日からね、またピラミッドのシーズンが始まりますので、ピラミッドの、報酬ね、結構美味しいので、はい、ぜひ、頑張って、集めていきましょうっていうくらいかな。はい。ということで、12時で終わる予定だったので、そろそろおしまいにしようかな。はい。改めて見たくなってきた。いや、そう。私も定期的に見たくなるんですよね。もうね、ポップが死ぬたびに泣く。ポップが死ぬたびに泣く。ちょっと表現が間違って死ぬたびとは一体みたいな感じでね、知らない人にとってはあれなんですけども、もうほんとね、ポップの回毎回泣くんだよな。マジでいいよな。はい。ということで、今週のね、はい、エボニー配信はそんなところでおしまいにしようかなと思います。この辺のね、イベントの中でも、はい、美食カーニバルのね、引き換え、これ今日中なんで、今日中か、今日じゃねえや、2日間まだありますけれども、これ忘れずにね、交換しましょうねだとか、失われた秘宝のね、イベント、まだ続いてますので、こちら、忘れずにね、プレイしましょうねっていうぐらいかなと思います。はい、クレイジーエッグ、当たれはい、当たりませんでした。4時間後無理なんで朝起きたら頑張ります。はい。あと、ワールドボスね。ワールドボスもね、これ、殴り忘れする方が多くて、非常に助かっているんですけれども、皆さんはね、そう、これね、出る時間帯限られてるので、なんていうか、タイミング合わないとね、殴れないっていうのは結構起こりがちだと思うので、もう出た時にはね、すぐ殴るっていうのを心がけていただくのがいいかなと思いつつ、これね、これも気になっ、この火の人気の宝箱、これいつもらえるんですかね。はい。これ累計リワードのとことかでもね、手に入んないんですよね。はい。はい。このね、バナーにあるこのリワード、これがもらえる場所、見たことがないんですよね。はい。この覚醒石がね、5個もらえたり、火の神器がね、もらえるみたいなんですけど、ランキング報酬、毎回
山の陣旗なんですよね。歩兵クローズアップしてるんですよね。はい。これね、皆さん、運営に問い合わせてみてください。これね、絶対ミスなんで。はい。ワールドボスの種類に対応した、歩兵用、弓兵用、騎兵用、シージ用の陣旗に、これね、ワールドボスの種類と合わせてここが変わるのが多分正しいと思うんですけど、今バグってて山の陣旗しかもらえないんで、はい。ここのね、表記も前まで違ってたのは、これ治ったんですけど、陣旗も治るかなと思ったら治らなかったです。はい。これね、もうちょっとアホですよね。アホだなと思いつつ、はい。はい。もう非常にね、ここのリワードもらえるとこどうにもないんですけど、何なんですかっていうのをね、もうぜひ、皆さん、運営にね、コメントしていただけたらなと思いつつ、はい、私、射撃のやつが欲しいんで、歩兵育ててないんで、射撃のやつ欲しいなって思ってます。なぜ歩兵なんだろう。まあいいや。はい、そんなところですかね。ロトモンもね、ロトモンもいいですね。ロトモンもいいですね。はい、ポロンのね、合成魔法がね、いかにか、ハドラーが強化されたびなきない。ハドラーもね、ドリフしようだな。美食カーニバル、今回 4K ダメです。そう、美食カーニバルね、ちょっと 8K 目指すのすごくきついんですけど、はい、私全然やれてないです。ただ、ただね、制約的に8K 目指さなきゃいけなかったので、次回は頑張ろうと思ってます。魔法使いパーティーでうんちゃらかんちゃらとか、いちいち言うことかっこいい。魔法使いはいいですよね。はい、いや、本当に。マトリフ師匠も良かった。いや、ましかない。どうしたの風林火山からのマッスルスパーク。マッスルスパーク。ゴルルンさん、はじめまして。オープニングの予定は重宝してます。これは JAL さんのお手製でしょうか？ありがとうございます。重宝してるんですか？ありがとうございます。前はね、X で投稿したりとかしてたんだけど、ちょっと大変だからね、サボっちゃっているんですけども、はい、参考にしてくださってるようでしたらありがたいです。はい、お手製です。はい。一番最初のね、素材は、友達に、作ってもらって、中身の編集とかね、アイコンを持ってきたみたいなところは自分でやってるんですけれども、はい、一応ね、毎週ね、ちょこちょこっと編集して作っています。まあ、大体ね、ルーチン化されてるエボニーのイベントって順番がもう予測可能なので、はい、それをベースに作っていて、実際にイベントが来た時にパパパって変えるっていうのをね、いつも言ってますね。そう、賢者ね、賢いものなんてね、あのーあれですからね、ちょっと尺に触るからね、やっぱ大魔法使いですよね。そうなんですよ。そこをちょっとロトモンは三賢者なんでちょっとあれなんですけど、はい、まあ、そのところで。はい、やばいやばいやばい。雑談してるとね、ちょっと長くなっちゃうんで、この辺でおしまいにしようかな。またね、そう、最近ちょっと配信ができてないんですよ。もう単純に、咳が出てしまって止めらんなくてね、それが配信どんどんもあれだし、ずっと喋ってるとね、まあ、喉にも良くないかなっていうので、あんま配信できてなくて、そう、本当はね、キングダムハーツとか、モアスとかいろいろやりたいんですけども、全くやれてないので、ちょっと元気になったらね、やりたいなと思いつつ、はい、元気になったらエボニー配信もね、また10時に戻してやりたいなと思いつつ、きっと来週はまた10時半とか11時開始になりそうな気がしますので、ご容赦くださいというところでございます。またね、来週、ね、はい、いや、イベント関連の話と、オールスター、コンスタの振り返りをやっていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。すません、お茶だで。お大事に、かふみさん、水よスパチャありがとうございます。今日たくさん、スパチャいただいてしまって、本当にありがとうございます。病院行きます。はい。ということで、よいしょ。はい。それでは、今週も、モニ配信ありがとうございました。皆さんコメントありがとうございます。はい。この、今画像を切り替えて気づきました。カタラウム、シャロンの、バーナーがあるの間違いです。はい。それ以外は合ってると思います。はい。ということで、はい。そこはね、もう、それどころか、あれだな。あれが間違ってんじゃん。スーパーリファイニングじゃねえや。
はい。最近サボってるんで、良くないですが、直したものを後で X 上げておきます。すいません。はい。ということで、はい。本日もありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録や高評価をしてくださいますと、助かりますというところで、はい。また来週の配信でお会いしましょう。本日もありがとうございました。皆さん、本当に、カムイさん、いつも、メロコックさん、サダモンさん、本当に、ありがとうございました。はい、スパチャありがとうございます。いただいたスパチャは、まず、病院に行かせていただきます。ありがとうございました。ということで。はい、それではまた、お会いしましょう。おつちゃる様でした。